前回に続いて2026年夏アニメ1話の感想だよ。今回は大好きな広角機動隊の新作があって、大興奮だ。どうも島岡です。ペットの味噌だよ。最初は広角機動隊、ザ・ゴースト・イン・ザ・シェル。映画やテレビアニメで有名な作品だけど、自分は、それら以前に原作漫画を読んでいたから、今回の原作に寄せたポップな作風は、とてもしっくりきた。なんかコミカルだったね。そうなんだ。元子はクールでかっこいいイメージが一般的だけど、漫画だと顔芸したり軽口を叩いたり、お茶目なんだよ。お茶目。アニメーションはよく動くし、SF 表現もかっこよくて、細部の書き込みや汚れたディティールもバッチリ。満足のいく一話だった。ベタ褒めだね。ただ、絵もセリフも情報量が多いから、アニメだと時間経過でどんどん流れていってしまう。漫画なら、漢字で意味がわかる専門用語も、アニメだと今のどういう意味ってなる人が多そうだ。ああ、わかる。読めなくても漢字だと大体通じるよね。まあ、専門用語が多発する作品全般に言えることだけどね。あと個人的に気になっているのが、原作のレズプレイをどう表現するか。エッチなシーンならカットじゃない？でもその後の罵倒の反応も含めて面白いからやってほしいな。何にせよ、期待しかない作品だ。次は、ブチキレ令嬢は報復を誓いました。魔導書の力で祖国を叩き潰します。よくある婚約破棄から始まる逆転劇だ。優秀な公爵令嬢のエリザベートは、国のために尽力していたのに、婚約者の浮気がきっかけで、無実の罪を着せられ、地位も評判も失ってしまう。かわいそう。それで復讐するんだね。いや、彼女は愛する国民のために、牢獄でも仕事を続けて頑張る。偉すぎる。しかし、彼女を恩人と慕う次女のミレイは、その国民すら、エリザベートを罵倒している声を聞いて、悔しさをエリザベートにぶつけるんだ。ここの、ミレイのひたむきな愛情と、涙ながらに悔しさを吐露するシーンは胸に来た。控えめだったミレイというキャラクターが、好きになれたよ。それでエリザベートは、やっと現実に気づくんだね。そう。知り合いですらない人々のためよりも、今目の前で自分のために泣いてくれる人のために気持ちを変えるのは、納得したしすっきりしたよ。決断したら優秀なエリザベートの行動は早い。訪れていた隣国の大使の助力を得て亡命を果たすんだ。政治経済を牛耳ってきた彼女だから、それを使ったこれからの復讐も面白そうだ。次は、手札が多めのビクトリア、こちらも優秀な女性主人公の話。中世ヨーロッパ風の世界を舞台に、工作員だったクロエが組織を抜け、別の国でビクトリアとして新たな生活をスタートするのが1話の流れだ。工作員だから当たり前なんだが、頭の良いキャラが頭の良い動きをしているのを見ていると気持ちが良い。クロエはどうして組織を抜けたの？まだ詳しい説明はないのだが、本人曰く、恩人と思って仕えていた男に裏切られたからだ。裏切った本人は、クロエに利用していたことを気づかれたとは思っていないようで、クロエの行方を探している。工作員だから情に流されてはいけないのに、割り切れなかったクロエは、捨てられた女の子を引き取ってしまう。優しい子なんだね。もともとは優しい性格なんだろうな。だから雇い主にも騙されたのかもしれない。新しい街で知り合った騎士団長との恋愛要素に加え、組織からの追ってから身を隠す緊迫感もある。さらに、この街でクロエがどう活躍していくのか、引き取った女の子との家族愛も見どころになりそうだ。次は、最初のお世話、高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様、生活能力皆無、おかげながらお世話することになりました。両親に貯金を持ち逃げされ、高校の入学金すら払えなくなった主人公の樹。そんな彼が、偶然出会ったお嬢様の雛子のお世話係になるコメディだ。男の子が女の子のお世話係になるの？このお嬢様、人前では完璧で優秀なお嬢様を演じられるのだけれど、人の目がないとやる気が全くなくなり、どこでも眠ってしまう自堕落さなんだ。その秘密を守るためのお世話係は、かなり大変な仕事らしい。前任の女性はストレスで辞めている。そんな雛子が樹にはなぜか懐いていることから、雛子の父親から白羽の矢が立った。お父さん公認なのか。お嬢様は評判が大事だもんね。実は表面上だけでなく、シリアスな理由がある。今、この花財閥が傾きかけており、雛子の嫁入り先で家の今後が決まるから、評判に傷がつくのは現金なんだ。シビアー。1話では、状況の説明と二人の生活のスタートまでだ。主人公の樹は苦労人の良い奴だし、まだ掴みきれない雛子のキャラが、次回からわかると思うから、とりあえず様子見だ。次は、ここは俺に任せて先に行け、と言ってから10年が経ったら伝説になっていた。タイトル通りなんだ。あはははは。10年っていう絶妙な年数が良いと思った。100年以上経過し世代が変わって、世界を救った英雄の主人公はもうおとぎ話、なんて設定はよく見る。
でもこの作品では仲間とも再会できて生きてたのかって喜び合えた。仲間も罪悪感が消えてよかったね。ところが、せっかくのその設定なのに、伝説の英雄が帰還したことは世間に隠し、一番ランクの低い冒険者からやり直す。騒がれたくないのは理解できるが、主人公が英雄であると証明できる環境なんだから、その設定を生かそうよと思った。国一番の実力を持ちながら、低ランクから始める意味もわからない。意地悪な言い方すると舐めくしたいだけではと思う。結局、導入が違うだけの、いつものチート主人公の話になってしまっているのが残念だ。次は、北斗の剣。剣王軍雑魚たちの番か、第2クール。話すことがない？以上。はや。北斗の剣が好きなら見てね。次は、洞窟王。世界中に遺跡が出現して、その中にある異物から特殊な力を得られる世界。主人公は、遺跡を独占する巨大企業の一つで異物の洞窟をしていたんだけど、ある任務で命を落としてしまう。転生した？いや、遺跡が出現し始めた時代に戻った。タイムリープ系だね。そう。未来の知識と経験を武器に、誰よりも先に異物を回収していくって話だ。作画は普通に安定してるし、アクションもちゃんと動く。1話としては普通だと思う。ただ、未来の強くなった能力のまま過去に戻ったせいで、主人公がやたらイキリ倒しているのが、少し気になる。イキリ？ナロー系の雰囲気ではないのに、主人公の見せ方はちょっとそれっぽい。以前と違い強いことや、今後やることを次々と説明してくるのに、主人公の人となりを見せるシーンがない。だから、主人公に共感したり応援したくなる気持ちになれなかった。1話だから説明会なのかもね。確かに。まずは見栄えがする強い主人公で視聴者を引きつけたかったのかもしれない。今後は人物の掘り下げが入ることを期待して、次回も見てみるよ。最後は魔法少女リリカルナの葉、エクシーズ、ガンブレイズ、ベンジェンス。魔法少女リリカルナの葉は、2004年の作品なので、20年以上続く息の長いシリーズだ。でも、自分は通ってこなかった作品なので、名前くらいしか知らない。いつなの葉ちゃんが出てくるんだろうと思って見ていたのに、全然出てこない。魔法少女というファンタジーな雰囲気はなく、新薬種という化け物を銃で駆除する、殺伐とした近未来が舞台だった。椎名は女子高校生ながら、銃器の扱いに長けた新薬種ハンターで、小学生の妹刹那と二人暮らしをしている。危機に瀕しても冷静な判断で切り抜ける、椎名の戦いっぷりがかっこいいんだ。妹を守るために戦っていて、優しいお姉ちゃんだね。本当にそうだ。この二人は、お互いを思い合っている仲良し姉妹だった。けれど、椎名と刹那は悲しい別れをすることになり、その結果椎名は炎を操る魔人の力を手に入れる。一人になった椎名は、刹那のためにも強く生きていこうと戦い続けていたんだ。そんな折、新薬種を一人で倒す幼い少女と出会う。それが、菜の葉だった。出てきた。タイトルに入っているくらいなので菜の葉が主人公だとは思うのだけど、椎名とダブル主人公なのかな？最後にやっと菜の葉が出てきて、本筋はこれからといったところだろう。まだ全貌がわからないので、次回も確認してみる。以上、8作品の感想は終わりだ。まだまだ新作の1話は残っているので、引き続きよろしくだよ。よろしくね。それではまた次回。またねー。